4年目の2年生かな。111と来て2ですね。でも英語は満点だって記憶あるんで。そうなんだ。僕一応卒論シェイクスピアで書いてるんで。おお基礎かよこれ。時戸さん4点。いや北澤さん4点。おい頭いた皆さんこんにちは。リレットロトジーノ、そして東京大学大学院工学系研究科中退の時戸でございます。さあ今年もですね、受験シーズンがやってまいりました。受験生の皆さんにはぜひ全力を尽くしていただきたいと思うのですが、ということで、今年もやっていきたいと思います。題してプロ格闘ゲーマー共通テスト対決2026ということで、まずはゲストの皆さんに学歴を含めた自己紹介をよろしくお願いいたします。デトネーションフォーカスに所属、そして早稲田大学院理工学研究科だったはずの板橋三慶です。よろしくお願いします。はい、お願いします。リジェクトリス所属の、東京理科大学創域理工学部経営システム工学科在籍中のタコと申します。よろしくお願いいたします。おー在籍中。長い。京都大学総合人間学部総合人間学科所属の高団子です。よろしくお願いします。総合人間。はい、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。タコくんと高団子くんは時々チャンネル初出演ということですので、まあいろいろとねお話を伺っていきたいと思います。お願いします。現役大学生なんですね。あ、そうですね。そうです。何年生？4年目の2年生かな。なるほど。 4年目の2年生ってことは二回留年してる2回ダブってるってことまあ111と来て2ですね。じゃあ一歩進んだところなんだ。一歩ようやく進んでみたいなところありますね。なるほど。高団子くんはもう今年卒業大学生大学生です。大学生今4回生で、1年休学したんで、はいはい、 4回、まあ5回生なんですけど4回生です、ね。なるほど、なんで休学したの？いやまあ就活の準備っていう体なんですけど、やっぱゲームとかいろいろやりたくて、なるほど時間欲しくて1年休学しました。休学自慢でいうと僕も退学する前に一応休学届出してますから、ね、あ、そうなんだ。受験ということになると何年前になる？結構前か。だ4年前とかそうか。それだと僕4年前。僕は2021年に受けたので 4,5 年前です、ね。まあそんぐらい。はい、じゃあコロナ禍だったってこと？そうです。もうコロナ禍でしたね。発表とかはもうあれもなくて、めくるやつもなくて。なるほどね。大変な時期だったんだね。2人はもう共通テストになってから。僕なってから。ああ。僕ちょうど初回でしたね。か。お二人はセンター試験ですね。僕らはセンターで、まあザンビさんはセンターだって。何でしたっけ？共通一時。なんでそれこなんですか？いつも言ってますよね。共通テストで受験した科目や得点率なんかもし覚えてれば。タコちゃん受けた？僕は私立洗顔だったので、そうだよね。一応でも共通テストのA、数、理だけ使った共通テスト利用とかがあってそれを受けたんですけど、点数マジで覚えてないな。でも理科がもうめちゃくちゃすぎてもう50点ぐらいやった記憶ありますね。どっちか。でも英語は満点だった記憶あるんで。そうなんだ。英語と数学一本みたいな感じです。理科は理科大なのにもうマジでできない理科マジでできないそうなんだね。僕の受けてる学部は得点の傾斜っていうかが入るのが理科基礎が50点50点の100点と社会で50点とかしか入らなくて、もう主要科目は全然もう極論も足さえ切られなければいいみたいな感じだったんで、確か総合で8割3分ぐらい900点満点で、勉強始めたのめっちゃ遅かったんで、もう本当に2時の勉強だけしてたって感じでした。なるほどね。お二人とも現役なんですか？僕現役。僕も現役です。すごいな。一郎ですからね。ダンさんも一郎でしたっけ？いやだから分かっててなんで言うんですか、あなたは。いや僕ね高校の同級生にて大学の先輩っていうのが結構多くて、はい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 。そこだけタメ口になるパターン。そこはそう大学ある。そうあるある。東京なんですね。
東京です。はい。それで京大行く人ってちょっと珍しいイメージがありますけど、京大行けんなら東大も行ける可能性結構ある。ああ確かに。東大と京大でこうなんか京大選んでる理由みたいなのあんの？まず入試の科目が全然もう1個多くて、東大の方が、京大はまあ英国数とプラス社会1個だったんで、結構、まあ、日本史でも結構暗記しちゃえばすぐ解けるって感じだったんですけど、東大は社会2科目必要で、全然もう暗記じゃもうなんか本当最低限しか取れないみたいな感じだったので、これはちょっと間に合わないなってなって、まあ、ちょうど関西が好きなので、まあ、行きたいなと思ってたので、受けたって感じです。そしてその関西で裕次郎と会う今度ね2人はとても仲良しということで伺っておりますので、今回の受験科目なんですけれども、2025年共通テストの理科基礎と英語のリーディングの2科目を解いて、その合計点を競うというルールになっております。なるほど。ちなみに理科基礎というのは、私や板山さんを含めセンター試験世代には馴染みのない名前となっておりますが、物理基礎、科学基礎、生物基礎、地学基礎の50点満点中の4科目から2科目を選択する形式となっております。お二人の時は理科基礎という科目は一応あったんでも理系ですよね。いやそう、僕理系だから多分受けてない。そう理系だったらもう基本8点のみになるんだ。高田さんは受けました？僕は文系だったので2科目使って物理基礎と科学基礎。これは通ってる。これはないですぞ。理科8点のやつとは違う感じない？全然違うと思いますね。理系の人ならプレッシャーかける形になっちゃうんですけど、理系の人なら楽勝の可能性は。地学いっちゃうか？岡野さんには理科はどうですか？受験時代の理科。もう理科はそらもう物理科学二次試験でもありましたから。俺一応物理と科学両方なんだけど、まあほぼ科学捨ててたから、そう物理は結構やってたけど、科学はもうめちゃくちゃ覚えてないですね。めちゃくちゃ覚えてない。そうだよな。ただでさえやっぱ暗記のあれが強いじゃないですか。そうね。覚えなきゃいけないこと多いから。だから避けた方がいいまである、これワンチャンス。でも生物とかもっと分かんないでしょ。無理だったらワンチャンね。そう確かに緑虫とか出てくるのかな。一応本番はあれなんですよね。問題見てからやっぱ変えるってやってる。そうなんだ。確か同じ冊子にあるんだ。そうなんで選んでいいんだ。これ熱っ。現場で。事前準備してないから。だから SFL みたいなもんですよね。アウェーでポンって置かれて、じゃあノリでちょっと今日行っちゃおうかなみたいな。そうだね。ノリで地学行く？僕板澤さんと逆で、物理がマジでできなくて、受かった理科大は科学のみ使って3科目英数科学で行ったんで、なるほど。そう科学狙ってはいるけど、そう暗記が多そうで僕も全部忘れてる気がするんだよな。もう一個取るとなるとちょっと難しいよね。まああえての地学みたいなとこある。確かに。逆にね。ちなみに言うと基本地学の平均点が一番高い。そうなの？マジ？リーディング毎年割と高得点。リーディングなんですけど、ここ最近イベントハブズを読むっていうのをやってないんです。そうなんだ。あれ毎週やってんじゃないの？そう毎週やってたんですけど、今やっぱり日本が激アツじゃないですか。あんまり海外の方を抑えなくてもいいかなって。今シーズンは結構海外回った感覚があるから、英語結構使った方なんだよなっていうのはあるんですよね。全然として触れ合う機会は多かった。多かったんじゃないかなっていう。満点男。満点男や。でもさすがに5、6年前ぐらい、高1、2ぐらいからやっぱドラゴンボールで海外回ってる時もやっぱ周りの大人たちを介護することによってその逆にご飯をおごってもらったりとかしてたんで、やっぱそこのやっぱ力見せたいですよね。ベンさんも介護してきましたから。僕一応卒論シェイクスピアで書いてるんで、さすがに英語取れないと。いや強そうだな。これ強いな。いやシェイクスピアって英語喋ってたの？でも公英語なんですけど、結構論文とかやっぱ英語が多いんで。なるほどなるほど。それをちゃんと読み込んでるわけだ。読んでることは多いんですけど。なるほどね。強いな。やっぱそれ強いわ。それは大丈夫な気がするわ。
はい、それではまずは1科目目、理科基礎60分一本勝負でございます。スタート。おお。行ってみましょう。ひどかった基礎かよこれ結構きついな物理マジわからん。皆さん物理科学多分なっちゃいましたね。なっちゃう。私学一瞬見て無理だわ。お前開幕そう開幕見たけど。まず絞った、公式とか物理いっぱいあって、思い出せなくて。お前自分で導いて俺も見ていきます。途中から V からこう微分積分やりました続きまして2科目目、英語リーディングを80分一本勝負で行いたいと思います。80分それではスタート。では時間です。いやでもやっぱ理科に比べるとちょっと安心感があったわ。なんかまだ戦えた感がね毎年長かった。でも長かったな。2科目の受験が終了したわけですが、どうでしたか？いや理科きつかったっすね。理科ね確かに。本当に基礎？まあ基礎じゃ基礎なんだけど、しょっぱなからきつかったっすわ。ちなみに物理科学でした。まあ物理科学みんな物理科学みんな一緒かな。やっぱそうなるんだな。どっちが難しいですか？物理と科学？僕物理だと思います。俺科学の方が難しいそう物理の方が。でも分かんないけど物理かな。まあでもなんか基礎とは言っても範囲はやっぱり全般的だったなという印象ですね。そうだね、でもさすがに確かに、まあ、物理科学のこの基礎じゃないやつと比べると、まあ、確かに基礎なのかな。手応え的には。手応え的にはまあそのやってない割にはできた気がする。高南郷さんはその実際の本番でも理科基礎を使われてたと思うんで、はい。その時と比べてどうでした？僕本番は確か物理が1ミスで科学が41点とかだったと思うんですけど、おおむね衰えてなければそんぐらい取れるはずですけど、大学で使ってないですから、5年前とかですからね。めっちゃなんか懐かしい気持ちになりましたね。我々なんてもう学習指導要領が変わってしまったので、何ですかこれはっていう新しいのが発見されてるんですね。英語はまあなんか僕らは2年前3年前と一応やらせていただいて、そうだねやたらこのねエッセイみたいなの読ませたがるんですよ最近の。まだね僕らがやってた頃は空欄キーワードだけ空いてて、ここに当てはまる単語は何かみたいなのもちょいちょい出てたと思うんですけど、今ね少なくなってると思います。文法問題とかもないね。ないっすね。そうだね。そうあとはね、俺80分集中力が持たなかった。これで僕も途中どうでもよくなりかけた。ぶっちゃけ。これもう頑張んなくてよくねみたいな。よぎっちゃって。年に1回気合を入れるいいチャンスみたいなのを見つけたのに。そう。なりかけたんだけど、ちゃんといやそれよくないよなっつって。いやありがとうございます。一瞬俺コンボのこと考えちゃったもんね。高田さん英語どうだったの？確かに内容は結構やっぱ理科に比べて何やってるか分かるじゃないですか。もう時間がもう最後6ぐらいまでなんか俺順調だなと思ったら7、8ぐらいでちょっとやっぱ最後にねやばいってなって、ボリュームが増えるんだよな。8長かったな。8だからもう足んなかった俺も。最初で終わりだと思いましたよね。確かに確かに。なんかちょっと減ったなと思ったら7に比べると最後はちょっと読みやすくなったかなと思ったら、ソースが出てきて最後にバンバーンって文章追加されてグラフまで出てくる。みんな英語さすがに強そうだな。英語強そうですね今回は。それでは気になる結果の方を見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。物理基礎
大門1時戸さん4点。いやでも板山さん4点。おいマジか頭いたタコさん0点。やばいマジでやば名前先間違えか高団子さん8点。おーい来たねやばいマジでやばいよし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 やばいやばい嬉しい嬉しいやっぱなんだかんだでみんな驚いてんだよね大門2時戸さん12点。おい板山さん16点。おお待ってねタコさん3点。高団子さん12点。おいやるね満点偉いんちゃうの俺大門さん時戸さん15点。おおすごい板山さん9点。おおタコさん9点。おお高団子さん3点。続いて科学基礎大門1時戸さん、24点。強い板山さん6点。タコさん15点。高団子さん15点。自信なかったんやで大門2時戸さん14点。板山さん8点。タコさん14点。高団子さん20点。強い理科基礎の合計点は、時戸さん69点。板山さん43点。タコさん41点。高団子さん58点。おおマジでなるほどやっぱ科学なんですわ専攻がケミカル系板山さんとの死闘やな。そうだったねだもう逆じゃんかな確かに完全に逆だ。お二人もともと言ってましたもんねそのザンギさんは科学が全然自信なくてタコ君は物理ほとんどやってないみたいな英語リーディングの、発表です。大門1時戸さん6点。板山さん4点。タコさん6点。高団子さん2点。マジ大門2時戸さん9点。板山さん9点。タコさん12点。おい高団子さん12点。おい大門さん時戸さん9点。板山さん6点。タコさん9点。高団子さん9点。大門4時戸さん12点。おお板山さん9点。タコさん12点。すごい高団子さん9点。ちなみに、今タコさんここまでパーです。お全部時戸さんもまだここまでワンミスですね。大門5時戸さん16点。おおマジ板山さん16点。おおやったタコさん16点。おお高団子さん10点。大門6時戸さん12点。板山さん6点。タコさん9点。高団子さん6点。やばい怪しくなってきた大門7長かったなこれ。昨日ちょうどクマの生態調べててなんで今出てきたよねこれ冬眠でね冬眠してましたよヒグマとホッキョクグマどっちが強いのかなっていうのが気になってちょっと調べてたんですよ時戸さん16点。おお北山さん3点。嘘16点。いやすごい高団子さん9点。本当に小作が間違ってんじゃないのそれ大門8時戸さん13点。板山さん3点。タコさん17点。高団子さん3点。時間なかった俺後半合計点を発表します。時戸さん93点。おお北山さん56点。本当にタコさん97点。高団子さん60点。分かんねえ単語がねいくつかあるともうやっぱ解像度が一気に下がるっすねあとやっぱ最後まで読めないとそれだけ全部失っちゃうことになるから多分読むスピード結構重要っぽいですよねそれでは最後に2科目の合計点を発表していただきましょう時戸さん162点。おお高いな板山さん99点。おおタコさん138点。高団子さん
118点。ということで共通テスト対決優勝は時戸選手でした。ありがとうございます。アベレージが高いな。いや英語すごい高かったわ。すごい悔しい。結局理科もできてるのがちょっとそこがね。確かに理科は取れるところはなんとか取ったっていう感じですよね。これでだってこのシリーズ4連敗。全部そうだ。まあでも英語毎回入れてますからね。とあと自分のやった科目を選ばさせてもらってるんで。いやでもタコ君英語すごいね。すごいね。いや嬉しいですね僕も。結構間違っちゃってるかなってちょっと思ったんですけどよかった。まあでもやっぱり現役の頃と比べるとそっからどんだけやってるか継続してるかで差が出ますよね。だから英語ってさ多分海外回ったりとか、そういうので興味がずっとあったりとか、そうですね。それで、まあ、この勉強は多分しなかったと思うけど継続して触れ続けたことによる多分キープができてたんだろう。そんなでもあんま使ってないんじゃないの？口頭で話すっていうのは海外行かないとないですけど、なんかツイッターとかその海外勢とメッセージする時とかまあ結構使ったりとか蓄積かも意外に。高団子くんなんかはあれじゃない？結構あれとセンターに向けて詰め込んだっていう感じだからもうそっからもうやらないとポッて消えましたね。40点分ぐらい消えました。多分そうだよな。4年連続の受験でした。でもやっぱ俺ちょっと英語の集中力をちょっとね今回確かにだって集中力がないから最後まで間に合わなかった。最後までいけてないのはそこは多分ね関わってきてますよ。単語わかんねえんだよなとか思いながらね。でもちゃんとそれ自覚するのこれ大事だから。そう集中力怪しいよってこう自分を見つめる機会にもねなりましたね。本当に毎年ありがとうございます。どうでしたかタコ君か。僕でもやっぱ4年ぶりに共通テスト解きましたけど、多くの問題をバーって解くのって結構やっぱ楽しいですね。なんかスピード感があって、なんか普段使わない筋肉を使うというか、すごいいい機会でしたね。楽しかった。まあでもやっぱちょっと本当に理科が悔しい。ずっと理科マジ悔しいな。いや科学とかもうちょっと手応え的にはワンチャン8割あるなと思ってたけど、全然悔しい。どうでしたか？いやもう英語がもうとにかく課題やったっすね。どう最後まで読み切った？読み切れてないです。あ、そうなんだ。理科基礎はどうでした？理科基礎思ったより取れててなんか嬉しかったっすね。理系のタコ君に勝てたんで。それな。風景で理科ようこんなすごいわマジで。サブキャラっすよ。サブキャラで60やばいです。逆に言うと英語はじゃあちょっとあれ不甲斐なかったっていうか自分的にもうちょっと教授にバレたら顔ないっすよね。確かに。第5回は昨日ですねジャジー君の方から次回ぜひなるほどという話を受けまして、むしろオファー待ってます。毎年そう。はい、そしてこの動画は2026年の共通テストの直前に公開されるという予定なんですが、皆さんから最後に一言受験生にメッセージをいただければなと思います。今回の英語のテストでよく寝るとその体とあとメンタルにちゃんと影響があるっていうのあったんで、やっぱしっかり寝てね、もう万全の体制でね臨んでもらえたら嬉しいなと思います。頑張ってください。日頃からコツコツやっていくと、ちょっと時間経ってても結局ある程度やっぱ点数取れるから、その直前にビッとやるよりはやっぱ普段からねやるのが大事なのかなと思いますね。あと僕英語の前にちょっとご飯食べちゃってすごい眠かったんで共通テストでちょっとお弁当とか持ってくる人は控えめにした方がいいかもしれないです。配分大事だよね。配分大事です。素晴らしい。逆に普段からやってない人も直前の頑張りとかの詰め込みで合格できるっていうの、僕はそういうタイプだったので、絶対最後まで諦めずに頑張ってください。今回成績こんな感じでも兄弟受かったんで、皆さんもぜひ頑張ってください。この動画本当に直前にアップロードされるみたいなので、受験前に見てるあなた寝てください。何時に公開するんですか？夜じゃないですか。じゃあこれを見てもう一踏ん張りしてで共通試験に向かうと、体調を最優先して、2日日程本当にね短いその日の体調にすごい重要だと思うんで、そこを万全にして、
1年に一度の勝負楽しんできてください。頑張ってください。本日の動画は以上となります。皆さんお知らせなどはありますでしょうか？お知らせ、はい、そうですね、そんなないんですけどだから今回大会頑張りますんで、あと概要欄からいろいろチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。自分は年明けたら、ぼちぼち配信ちょっと頑張ってできたらなと思うので、概要欄の方からチェックしていただけるとといった感じでございます。ありがとうございました。ちょっといい？はい。大学の方は順調なんですか？今日そう最初にちょっとそのダブってるっていう話を聞いて、いやそもそもその2回ダブってるのが1年生でもう1回ダブると除籍だったところが、もう2分1通してあと1単位落としたら除籍だったところでもうギリギリ乗り越えてで今みたいな感じなんで、じゃあちょっとまだ若干まだちなみに結構危ないと、バーンアウトギリギリではある。なるほど。じゃあちょっとそこも気合自分の気合を込めてちょっと視聴者に頑張るぞっていう。だから受験生だけじゃなくてもう僕みたいに苦しんでる留年生がいたら、やっぱ僕と一緒に朝起きて頑張ろうっていうね。なるほど。普段京都で対戦会の運営してるので、ファイタークロスオーバー京都っていう対戦会なんですけど、僕も3月までは京都いる予定なので、もし関西でモチベーション高い方いらっしゃったらぜひ対戦会参加してください。それからはこっちに戻ってくるっていうか、もともと関東のこっちの出身だもんね。はい、実家が東京で、4月から就職でまた東京なので、なるほど。新社会人なんですけど、こんな企画になんかアマチュアで呼んでいただいて本当に本当にありがたいので、また来年も呼んでいただけるようにゲームの方も頑張って、新社会人ですけど全部頑張っていきたいと思います。今はそのチームの所属を希望していらっしゃる？チームはしばらくは社会人で頑張りたいので、自分が成長できること優先なので、チーム入ることはそんなに優先ではないですけど、もしいい条件をいただけたらすごいありがたいです。それも含めてチームに所属みたいなのはね、なんか頃合いみたいなのあると思うけどね。社会人のそのチーム所属のプレイヤーさんも増えてはいますよ。そうだね。気になる方がいらっしゃったら、概要欄までお願いいたします。概要欄分厚いな。相当分厚くなりますね今回。それでは今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。頑張れ受験生。また。頑張れ。